やっぱ単行本で買いたい。百科の巻末のおまけ漫画に加えてカバー裏のミニイラストもある。回の合間におまけの1コマ挟んでくれるのも嬉しいよね。マッシュルもおまけ漫画やイラストや作者コメントなど充実していると思う。カバー裏にもおまけあり。史上最強の弟子ケンイチのカバー裏はめっちゃエッチだった。良いよね。イルマくんも巻末に各話の隙間っていう小ネタ4コマがある。アプリで読んでた頃はこれ知らなかったから単行本買い始めてよかったと思ったわ。むしろ単行本書き下ろしを読んでないと読み味が全く変わるやつ。久米田先生の作品は大体なんか書き下ろしついてるけど隠し事は完全に書き下ろしが本題ですごかった。忍者と極道はもはやカバー裏のために金払ってるレベルでカバー裏が面白い。あそこでやたらと伏線散らしてるしな。あれ読んでるのと読んでないので作品の解像度全然変わってくるレベル。ディスコミュニケーション。作者が1話ごとに制作秘話みたいなの書いていて面白い。単行本のコラム好き。この作者さん X でもたびたびレルーハドの書いてくれて楽しい。また聖兵のスレイブも1話ごとに作者のコメントあるけど裏話が聞ける作品って良いよね。追加のご褒美シーンもある。ガッシュ完全版なんかもファンがかなり喜ぶガッシュカフェがある。あれ読んでいるか否かで適正力の印象がガラリと変わる。ギャグ空間のネタかと思いきや続編への伏線が貼られてたからな。ガッシュカフェだけまとめて売ってほしい。東京グールは無印の時にあった古田かっこ当時無名のモブだと思われてたと。トウカちゃんのネタばらしもしてたな。ワンピースとかの読者投稿のイラストコーナーがある漫画いいよね。改めて思うとワンピースって SBS 読者公募のイラストコーナーに加えて扉絵連載まであっておまけが盛りだくさんなんだな。SBS はドラゴンボールの初期にあった作者への質問応答コーナーが下地にあって途中でなくなったのが寂しいからすっとやってるみたいな話を聞いたことがある。セインとセイヤの分解装着図好きだったな。登場するキャラ全員分考えてるのすげえよ。黒子のバスケの NG 集呪いの指輪の天丼が面白かった思い出。不足意の密相家のやつ好きだった。生地続きものにしたからか途中でぶつ切りが何回かあったな。メイドインアビスの裏表紙はけしからんな。つくし京の壁丸出しの空間だからさ。キングダムの強霊とか途中までおまけ漫画限定キャラだったな。呪術廻戦はいろいろおまけあって面白かったのに、合間におまけあるせいで緊張感が薄れるとかクレーム入ったせいで簡素になったの未だに許してないしふざけんなと思ってる。ワンピはその当たり機を使って決戦最中のエピソードの間には SBS を置いてないみたいなことやってたな。五等分の花嫁のいつつこちゃんはまるまるできないシリーズ好き。進撃の巨人の嘘予告シリーズ。特に理由のない暴力がライナーを襲う。スクールカーストも巻末おまけ漫画かな。これって単行本以外でも読めるの？ボツ設定とか初期設定乗っけてくれるし、キャラがざっくりしすぎる時間予告してくれるヒロアカのカバー下好き。帯の裏までがあるから紙の単行本揃えたくなる。カバー裏におまけ書き下ろしタイプだと電子だと見れないことが多いから単行本の特典としてすごくいいよね。ジャンケットバンクは負けたキャラのその後とか死んだキャラの片割れは以前とかあいつはあいつで普段こんな苦労をとかのエピソードを漫画にしてるおまけが入る。ブリーチも結構いろいろあるタイプ。キャラのテーマ曲設定してるのは初めて見た。俺はチームの主役じゃなくていい。話の主役であれば。スラムダンクのおまけめちゃくちゃ好き。ワニ先生のコメント、婚約者は毒盛られてすぐに死んだ。師匠は死んだ娘を抱えて医者に行った後に長く苦しんだ末に死んだ。この情報をわざわざ明らかにする目的は？ダンジョン飯のモンスターよもやま話は単行本おまけ漫画としての完成度高い。それ専用の冒険者バイブルも良い。冒険者バイブルはもはや続編。各キャラの深掘りがすごくて大満足の一冊。ハーメルンのバイオリン弾きは特に楽しかった。異世界レッドも設定集やおまけ漫画がかなり充実してる。作者が設定細かく決めるタイプだからか読み応えもある。戦隊レッドの巻末おまけの絆5上映会好き。忍者と殺し屋の2人暮らし。本編で即死した資格の日常や詳細設定なんかが単行本に記載されてる。幼稚園アーズ。単行本おまけ漫画が結構ボリュームある。こっちもニンコロみたいにおまけで被害者の会やってるね。牛尾と虎の巻末クイズコーナーがめっちゃ面白かった。本編とおまけの温度差で風邪ひくわ。フート探偵。ドラマのキャストのインタビューや同パンと設定画が読み応えある。ボーボボで育ったからあれが基準だったんだが、この年で改めて読むと本誌掲載時煽り文集、読者投稿イラスト、アシスタント紹介、本編の補足、
アニメ声優陣コメントと、コンテンツが多すぎるし単行本買ってくれた人に少しでも喜んでもらいたいみたいな作者と編集の人柄がにじんでて泣く。荒川博夢作品は単行本の4コマコーナーよくあるね。ギャグ豊富で好き。ハガレンおまけ漫画で作者がボツにした尻で錬成陣を発動させる錬金術師というネタに師匠を感じました。開こうとかいう表紙裏が一番狂ってるやつ。本編が裏表紙で中身がおまけって言われてて吹いた。ヘルシングは序盤でやられた敵兄弟が巻末で主役級の大活躍してていいよね。ヌーベは1話ごとに妖怪大百科って丸々1ページ文字だけの解説ページがあったね。これで割とマジで妖怪のことに詳しくなれた気がする。文庫版だと文字が小さくなって読みにくいということで、巻末にメイキングオブヌーベって作者2人の対談ページが載ってた。不徳のギルドは各話の間におまけ漫画やイラスト、世界観設定などが挟まっている。1巻から現在17巻まで必ず毎話挟まっているし、巻末おまけ漫画やカバー裏漫画まであるぜ。おまけエロコーナーと作者の Q&A が好き。ネウロの単行本おまけは良かった。基本人物紹介かボケが多めだからたまに真剣なやつが挟まれると、こっから先は腰を据えて読まなきゃやばいやつだ感すごかった。ラスボス初登場回のこの一枚絵が本当に好き。おぞましい。メダリストはカバー裏漫画の他に、巻末に4コマ漫画が複数と話の間でキャラのプロフィールやちょっとした裏事情とかついてたから単行本で読んだ時におまけが多いなと思った。ダーインズゲームの巻末おまけ漫画。序盤で退場したこの2人がたまにゲストを交えながら本編の解説したりする。もうすぐ最後の27巻が発売される颯のごとく完全版。各巻単行本2冊分の内容の他に過去の店舗特典イラスト、表紙、背表紙、裏表紙はもちろんカバー裏の漫画もカバー裏のイラストも書き下ろし、単行本カバーの4コマも書き下ろし、毎巻必ず新規の書き下ろし漫画ツン颯のごとく掲載。各巻に書き下ろしトランプ2枚収録で全巻揃えるとトランク完成。一部の巻では単行本未収録だった映画特典の颯のごとく99巻も収録という豪華仕様。ワールドトリガー。コミックスのカバー裏でボーダーの隊員たちの解説なんかをしてるから読むのと読まないのではキャラの解像度がだいぶ違う。三浦から1日6個取れる優しさで閉鎖環境は乗り切れるという計算のようです。なんて何食ってれば思いつくの。なんだかんだジャンプ系列はそこら当たり充実してるイメージ。出版社の系統はあるよね。おまけ凝ってくれる作品は単行本買って応援したくなるわ。単行本の話の合間のちょっとした1コマとか好きでした。動画にもあったスラダンとかみたいなの。富樫漫画もあそこ少しイラストとか入ってましたよね。睡眠薬と屋上どっちにしようかなの意味がわからなかった幼少時代。すごいよ、マサルさんの巻末おまけで臼田先生と椎名ヘキルさんが対談してたのが忘れられない。皆さんが知ってるおまけが面白い漫画も教えてください。作者さんが細貝に書いたツッコミをまとめた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。